2011年3月11日は、どのような状況で、過ごされておりましたか？はい、実はですね、その日は金曜日だったので、本来なら仕事をしていた日なんですけれども、たまたまちょっと役職があって、午前中に、中学校卒業式がありました。それがありましたので、一日休みを取って、母とこたつに入ってテレビを見ておりました時に、突然揺れ始めまして、で最初はその揺れがそのうち収まるだろうと思ってましたが、どんどん揺れが大きくなりまして、で母が怖いから外に逃げるって言ったんですけども、いやちょっと待って、一回ちょっと音が静かになったので、大丈夫だって言った途端にまたもっとひどい揺れが起きまして、じゃあダメだっていうので母と一緒に外に出ようと思いましたら、もう戸も開けられない、立つこともできないの揺れに変わっておりまして、はい、それから夕方から夜にかけての、はいはい、状況を説明していただけますか？そうですね。でちょっと私民生委員の主任児童員っていうことをしておりましたので、それから今度一人暮らしの方とか、そういうお年寄りの二人暮らし、そういう方が私の地域担当がありましたので、はたと思い出しまして、そちらの方をちょっと見に伺いました。そしたらその方のうちはうちの周りが全部ガラス戸だったんですね。全部落ちて、まさにビュービューと風がうちの中を通ってました。で私のちょうど中学時代の恩師だったものですから、先生と声かけましたら、論服を着てですね、奥の方におりまして、大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですと。っていうふうな話だったんです。でそこに、町役場の方から担当の方たちが見えてました。その間もすごい揺れで何回もこう、地べたにかがみ込みまして、何回も揺れがひどかったんです。その後もガラスが壊れてました。それであともう一人地区の民生がいらっしゃいましたので、もう一人いらっしゃる一人暮らしの方も大丈夫だということを聞きまして、それから今度小学校に向かいました。どうなってるか小学校の状況を聞きに行きましたら、ほとんどの方は、親御さんが迎えに来て帰ってました。でちょっと一部の方がまだ親御さんと連絡がつかない、迎えに来ないという子どもたちが一部屋に残っておりまして、であと用務員の方があちこちで壊れたガラスを入っておりました。そういう音がしました。その次に今度中学校に行きました。中学校午前中卒業式がありましたので、生徒さんは皆帰っておりまして、誰もいなかったんですが、先生たちだけがおりました。でお話大丈夫ですかと、大丈夫です、ただ道路はどうなってますかねと先生方が心配していたので、私もはあそうかと、道路もきっとすごいことになってるんだろうなと。私はこの地域から出ていないので、ちょっとその状況わからなかったんですけども、はい、ということでした。で後になりまして考えましたら、その夜先生方は学校に泊まったそうですが、その食事のことをちょっとお世話、私もそこまで回転が回らなくて、お食事のことを地区の方たちに伝えるのを忘れてしまったことを反省しましたね、後で。はい、もうすっかり生活は元に戻ってるんですね。私どもの生活は何不自由のない震災前の生活にすっかり戻っております。あの時体験した、もう食べるものもない、何もないという状況からは脱出して、また元の便利なですね、今の生活に戻ったわけです。ただ気になることはやっぱり原発ですね。当時を振り返りますと、地震があって我々が世の中で当事者の私どもにはテレビの映像も見ることもできないので、私たちの住んでるところに何があったのかがまるっきり知らない。その時世の中の人はもうみんなテレビの映像で、その日の夜からですね、津波に押し流されて建物から、それから人の命が奪われていることを全部見てたわけですね。ところが当事者の私たちがそれを目にしたのはもう4日後以降だったわけですね。ところが気がつきますと、その頃にはすでに私たちもその放射能かぶってたわけですね。その事実にちょっと後から愕然としましたね。この、宮戸港という土地自体の、状況というのはどのように捉えていらっしゃいますか？そうですね、あらかた普通に戻ってるかと思います。瓦もそろそろずいぶんかかりましたけども、しばらく瓦屋根も皆さんビニールシートかぶってましたけども、そういう時も見られなくなりましたし、ほとんど9割方は治ってる方も、ただまだ手つかず状態はどちらかというと個人のものではなくてね、町のものだったりするのは予算の関係もありまして、まだ手がついてないところはあるかと思います。でほとんど我々の生活に地震のも
の影響はないようにも感じますけれども、時々としてやっぱり今まで買い物に行ってたお店がですね、地震のため崩壊したので使えなくなったという空き家とか、そういうのは見かけますね。だとということで、その時に地震のことを思い出しますね。はい。やっぱりこれは天災なので止められないんですよね。いつ起きるかはわからない。で、私たちでも子供の頃に地震が起きたら高いところに逃げろというのは小学校ぐらいの時に耳にしてたんですが、それ以降そのような、大きい地震というのは全くなかったわけですね。ですっかり私も忘れておりました。で、今回の地震でやっぱり昔の格言っていうんですか、そういうのを思い出しましたね。やっぱりお年寄りたちがとにかく地震が来たら高台に逃げろ。私たちは浜にいるわけじゃないんですけれども、やっぱりそういうことを思い出しましたね。やっぱりいつそういう災害が起きるかわからないということを隣り合わせにして生きていかなくちゃいけないんだなということですね。ということはやっぱり災害が起きた時に生きられるにはどうしたらいいか。今回の地震をもって身をもって感じたことは、物質的な欲がなくなったということですね。はい、お茶碗とかなんかそういった形のあるものに対する物欲がなくなりました。やっぱりもう必要な最小限度必要なものがあればそれで暮らせるというふうに意識が変わりました。ですからやっぱり備え蓄え、そういったものが必要だということをしみじみ感じましたね。生きていくためにはということを思いました。